はい、それでは IKEA のヨナクセル、の組み立て方法を説明したいと思います。で、こちらの製品でして、で品番、基本的な品番はこちらですね。で、早速やっていきたいと思います。で、こちらの説明書は、分かりやすいようで、注意ポイントがかなりある。で、一回取ってみたんですけど、ちょっと取り直しっていう形も取り直しの形をしていますので、注意点がかなりあるということで、お願いします。で、そこの辺も分かりやすくいきたいと思います。で、いきまして、で、準備するものは簡単と言いますか、もう、池谷君が言ったのはハンマーと水平器ですね。水平器、100均にもあるかもしれないですけど、ホームセンターにも行って、安いのでいいと思います。最悪スマホの水平器アプリもあるかなと思います。で、後であるかもしと、あともう一つここには書いてないんですけど、その下音がかなり鳴るので、乗ってハンマーで叩くので、紙系か木の端材を準備してもらって、これは厚く何個厚くして分厚くするというのがありますね。で、早速いきまして、こちらどんどん組んでいきまして、カチカチといくんですけど、これ壁固定用で、これが、ハンマーで叩くときに、干渉、させるものですね。ハンマー用で、これ壁固定用ですね。字汚くてすいません。で、どんどんいきまして、で、まずこういう形を準備しろっていう、IKEA君の準備なんですけど、まず注意点が、こことこの位置とここですね。で、あとここだ。で、ここは、ここも私も失敗してあれなんですけど、ここの刺してる人は何を刺しているか、これは穴がありつきのものですよってことですね。ここは重要です。穴がありますか？穴がないのは、じゃあ別なものは何かって言いますと、この説明書難しいんですが、こいつですね。これがあるかないかってことですね。で、そうしないと、つけたらハンマーで思いっきりやったんですけど、取り外さないといけない。取り外した時にここの溝がなくなってて取れやすくなっちゃうよっていうところがありますね。私は一回ミスしたところですね。で、まずここが注意するところですよ。で、次に準備なのは、こっちが長い方、上は長い方で下が短い方っていうことですね。ここが長くて、ここが下の方ですね。で、あとはここに、板を準備してねって言うんですけど、なかなか素人のシーンにはないと思うんですけど、端材がある人は、木の端材がある人はここでやってもらいたいんですここに厚めの、紙を重ねるって言いますか、ちょっとしかないよっていう人はもう何回か折ってもらって、叩く時にその下だけにやるっていうところで、そしたら、床も傷つかないっていう形ですね。もちろんこのヨナクセル発音が難しいんですけど、壊れないと思いますね。で、次にハンマーなんですけど、ちょっと分かりにくくすると、ここにさっきのこれですね、叩く時にこれを、セットしてもらってハンマーで打つ。これかなり音が出ます。夜はちょっと難しいです。昼間にやってください。そうですね、昼間っていうことですね。で、ここのところをここのところがすごい最初がとても重要なので、注意してください。ここと注意ポイントがここと
こことこことここですね。そうですね。そうしてもらえればガンガン打つだけなんですけど、注意ポイントがいくつあって私も1回失敗しています。でして次に、これさえできればあとはもう、どんどんいってもらえればいいと思います。でここができたら次はひっくり返して、でもこの穴付きのを、セットしてハンマーで4箇所打つ。もちろんここも4箇所ですよ。ハンマーで打って強い力が必要なので頑張ってください。でそこで、またひっくり返してくださいって言われまして、でこっちのネジをくるくるくるって回してもらえれば、固定できるよっていう形ですね。でここが、一番これは、1と同じ、状態でして、でさっきの注意ポイントもあったところにこっちが長めだよ、こっちが、ここかな、短いよっていう話ですね。で敷いて、ここで水平器を、セットしてちゃんと、ぐらついて、斜めになってないかというので調整したり、ここの足をくるくる回して、調整してください。でここに壁があるってことは、もう置きたいところにもうとりあえずセットして、で置きたいところのところにもう穴、IKEA さんは壁固定をおすすめしていますね。そのための金具といいますか、その壁固定用のキャップか何かをセットして、多分ネジ締めしてくださいよってことですね。で、前後ろがあるので、前の位置はここでして、何が前かっていうとここを見てください。それは、ここのところよく見ると同じような、ここちょっと立ってますよね。こっちが前側ですよ、前側ですよ。でこっちは後ろ側ですね。でここから、引き出しが出てくるっていう形になるってことですね。でここにキャスターというかコロをつけたいときは、3段までだよっていう話ですね。でそれ以上はダメだよって、4段以上はダメだよっていうことですね。そういうふうに読み取れます。でこれは次にこれは何かと言いますと、まず壁にピタッてくっつけてなんですけど、壁によって種類がある。それはここの壁の下側に段差があるかないかってことですね。で断面見てみるとこれは段差がないよ。でこれは段差があるよ。でこっちも段差があるよ、ちょっと大きめの段差があるよ。でそれが15ミリかこれ10ミリかってことで、その厚さ分のものをくっつけるっていう次の話でして、何もなければここに足が、セットするので、これは何も必要ないよってことですね。で壁固定のところはここに、ネジを打ってください。で注意点は普通の壁なので、普通の石膏ボードなので、普通にネジ打っただけではできません。石膏用ボード用の、ネジっていうかセットを買ってください。で、YouTube とかわからなければお近くのホームセンターに行って、ホームセンターの知ってそうな、詳しそうな方に
聞いて、石膏ボード用に打つためのものがありますか。でそのためには分かりやすくするために、最低限写真撮ってもらったり、この穴の大きさ、これ自体を持ってってもらえればいいと思うんですけど、これ自体を持ってってこれを刺したい、入れたいです。で石膏、この壁ですと言えば、1セット、石膏ボード用のセットが必要だと思うんですけど、であともう一つは石膏ボードの後ろが木ですか木じゃないですかとか、そこら辺も聞かれてしまうので、簡単に言うと磁石、のがあるので、簡単に言うと磁石を使って木があるかないかというのは、木は磁石で反応しないんですけど、石膏ボードにこう分かりにくいかな、分かるかな、どこに書こう。ここでいいか。ここに木が、石膏ボードを固定するための木がある場合とない場合、木がある場合と、見えないですよ、後ろ側にある場合とない場合があります。ある時は石膏ボードにネジを、簡単に言うとネジを打っていますので、ここで磁石、100均の強めのなんとかジウムとかいうのがあれば、ここに反応するので、あるかないかっていうのを確認して、なければっていうのが一番簡単にできるんですね。あれば、石膏ボードプラス後ろに木がありますよ。でなければ石膏ボードだけです。石膏のみですよっていう説明をしてもらっていけばいいかなと思いますね。ちょっとしっかり調べてもらわないと多分難しいと思うので、はい。じゃあ次に行きまして、ここはさっきの言ったように、この後ろに10ミリの隙間、厚さがある、段差がある場合は10ミリ分を埋めるものを使ってください。これ15ミリ用ですね。厚さですね。でこの池谷君が言う、人間型の池谷君が言うのはすごいですね。無表情すぎるでこれ2段までですよ、詰めるのは。3段積みはダメですよって言ってますね。でセットするときはここ見てもらえれば分かると思うんですけど、ここは穴になってると思うんですね。穴になって、ここに凹凸があるので、ここに凸凹があるので、ここにセットしてください。でここには、こういう足が、このことなんですけど、足が取り付けれるんですけど、足がある状態ではダメですよ、ちゃんと取り外してくださいねっていう話ですね。で固定するときにはグラグラするんで、このキャップでクリック、カチカチカチっていうところまでやってもらって、でそうですね、この固定は、いつもあるんですけど、ちゃんとこれ壁固定してくださいよ。分かりにくいですけど。で池谷ジュニアがのようにこのようにしないように、乗っからないようにくださいって、私は子供の頃よく怒られました。でちゃんと前側をこっち側にして、これちゃんとここに突起があるものですよってですね。同じようにこれも段差があるかないか、15か15か0かってことですね。で入れてください。これは同じですね。でちゃんとカゴ入れて、
何もストッパーがないので落ちる可能性がありますよ、注意してくださいねって言ってまして、途中で落ちないところでストップしてねっていう話ですね。気をつけてくださいっていうところだと思います。で以上で終わりたいと思います。